はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では、日本人同士の自然な会話表現が学べます。これまでにもホテルやレストラン、タクシーなどいろいろな場面で使える会話表現を紹介してきました。今日はお茶の専門店で抹茶ラテを注文する時の会話表現を一緒に勉強しましょう。以前私が東京の羽田エアポートガーデンという商業施設へ遊びに行った時に撮影した動画を使います。私と店員さんの会話がたくさん出てきます。私と店員さんは事前に準備をしていません。日本人同士の自然な会話です。そのためスピードが少し速かったり使う単語が難しかったりするかもしれません。でも心配しないでください。今日の動画を最後まで見れば必ずわかる部分が増えていきます。この約30分の間に自分が成長するということをぜひ実感してください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズの動画を見たことがある方はこの説明の部分を飛ばして直接練習を始めてください。最初に字幕がない動画を1回見ます。この時皆さんは日本語の単語が全くわからなくても問題ありません。全体の雰囲気をつかんでください。続いて私から重要なキーワードを10個提示します。この重要なキーワード10個に注意してもう一度同じ動画を見ます。この時1つ2つの単語が聞き取れるかもしれません。続いて重要な会話表現について私から解説をします。その後日本語の字幕がついた動画を見ます。そして最後に字幕がない動画を見ます。最初に動画を見た時には何もわからなかった人も約30分後に日本語の字幕がない動画を見た時わかる部分が増えていると実感できるはずです。自分が少しずつ成長していく過程をぜひ経験してください。それでは早速始めましょう。最初に字幕がない動画を見ます。私と店員さんの自然な会話表現がたくさん出てきます。抹茶ラテを注文する場面と抹茶ラテを受け取る場面です。それでは早速見てみましょう。どうぞ。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？お待たせいたしました。よろしければ上の抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？今の時点で何もわからなくても問題ありません。この後少しずつわかるようになっていきますから安心してください。では私から重要な単語を提示します。こちらです。抹茶ラテ、お願いします。おすすめ、甘さ、牛乳、無糖、お待たせいたしました。よろしければ、お味見、混ぜて。はい。それではこの重要なキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？お待たせいたしました。よろしければ上の抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？抹茶ラテとかおすすめ
など何か聞き取れた部分がありましたか？それでは重要な会話表現について私から解説をします。最初の場面は私が抹茶ラテを注文している場面です。私がこのように言いました。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。ここで私は飲み物を注文しました。注文する時の表現としてよく使われるのは商品名、数量、お願いします。この言い方です。今回私は抹茶ラテを一つ注文しました。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。今回は私が話している途中で店員さんがかしこまりましたと返事をして、それに対して私ははいと途中でこのはいという言葉を入れました。でも通常は真ん中にはいを入れる必要はなくて、そのまま商品名、数量、お願いしますと言えば OK です。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。注文するときに使う商品名、数量、お願いしますの形の他の例としては、例えばこのような言い方があります。ケーキを3つお願いします。チケットを2枚お願いします。数量を表す言葉として1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つというこの言い方の他にそれぞれのものに対応した言い方もあります。例えばチケットとか DVD などの薄いものの場合は枚を使います。そして鉛筆とかペットボトルとかそのような細長いものの場合は1本、2本、3本と言います。そしてリンゴとかパンなどの手に持てるぐらいの大きさのものの場合は個を使います。1個、2個、3個、4個と言います。また飲み物の場合は1杯、2杯、3杯、4杯と言います。でももしこのようなそれぞれに対応する言い方がわからない場合には1つ、2つ、3つ、4つ、5つというこの言い方を使っても構いません。今回私は1つと言いました。じゃあ抹茶ラテ1つ、はい、お願いします。じゃあ抹茶ラテ1つ、はい、お願いします。そして店員さんはこのように答えました。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。かしこまりましたというのは接客をする店員さんがよく使う表現です。ホテルのスタッフとかレストランの店員さんとかそういった方がよく使います。意味はわかりました、了解しましたと同じです。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。続いて店員さんから抹茶ラテの甘さについて説明をしてくれました。おすすめの甘さが牛乳の部分についてるんですが、そのままおすすめに。おすすめの甘さが牛乳の部分についてるんですが、そのままおすすめ無の。糖でいいですか？かしこまりました。今回私が注文した抹茶ラテは甘さを選ぶことができます。一つは甘い抹茶ラテ、もう一つは甘くない抹茶ラテ、砂糖を入れない抹茶ラテです。それで店員さんはこのように最初に説明をしてくれました。おすすめの甘さが牛乳の部分についてるんですが、そのままおすすめに。おすすめの甘さが牛乳の部分についてるんですが、そのままおすすめ無の。糖でいいですか？かしこまりました。今回店員さんが話している最後の方に私がもう会話を始めてしまったので、店員さんは最後の部分は完全には言いませんでした。もし完全な文で言うなら、例えばこのように言ったと思います。
おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめにしますか？まずはおすすめというこの名詞です。よく使われますね。カフェとかレストランとか洋服屋さんとか何か買い物をするときにはよく使われます。おすすめ。あとは自分が好きなものをぜひ相手にも使ってほしい、見てほしいと思うときに、これおすすめですとかね、これをおすすめしますというふうにおすすめというねキーワードをよく使います。今回使われているおすすめは名詞です。名詞のおすすめを使った例としては、例えばこのようなものがあります。おすすめの甘さ。おすすめの服はこれです。この映画がおすすめです。このようにおすすめという単語を普段の生活の中でよく使います。今回は抹茶ラテの甘さについておすすめという単語を使いました。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？続続いて甘さがついているという表現、実は正式に文字で書くんだったらついているというのが正しいです。ている、動詞のて形プラスいるの形、ついているです。でも会話の時にはついているのいが抜けてついてるとよく言います。いを省略したもの、例えば遊んでいるは遊んでるに変わります。食べているは食べてるに変わります。見ているは見てるに変わります。勉強しているは勉強してるに変わります。そして来ているは来てるに変わります。このように会話の時にはこの間のいを取った形がよく使われます。今回は甘さがついてると言いました。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？甘さがついているというのはどういう意味かというと、今回の場合だったら砂糖とかシロップがすでにこの牛乳に入れられている状態ということです。それを甘さがついていると言います。おすすめの甘さが牛乳の部分についてるんですが、おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？甘さの他に、例えば辛みがついているとか、また味がついているという言い方もよく使われます。味がついているというのは、例えばある果物とか肉とか野菜に対して塩や醤油や砂糖などの調味料を加えた状態、それは味がついているです。逆に何も加えていない場合は味がついていないと言います。今回の場合は牛乳に、甘く感じるものがすでに入っている状態です。それを甘さがついていると言います。そして今回の場合、店員さんはついているのいを取ってついてると言いました。おすすめの甘さが牛乳の部分についてるんですが、おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？そして後半の部分、これを途中で終わってしまいましたが、そのままおすすめにと言いました。そのままというのは先に言った甘さがついている、つまり甘い状態の牛乳をそのまま使いますかという意味です。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？で、このお店では甘い抹茶ラテと甘くない抹茶ラテ、2つのうち1つを選ぶことができます。それで私は店員さんが最後まで言い終えないうちにこのように言いました。無
無糖でいいですか？おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすす無めの糖でいいですか？無糖というのは砂糖ゼロの状態です。砂糖を入れない状態、それを無糖と言います。無糖でいいですか？おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？無糖の他に糖に関する表現としてはこのようなものがよく使われます。微糖、低糖、果糖。微糖の微というのは本当に少しだけという意味です。例えば微糖のコーヒーだったら、そのコーヒーには本当に少しだけ甘い成分が入っています。その甘い成分というのは例えば砂糖とかシロップとかそのようなものが入っている場合は微糖のコーヒーと言います。そして低糖というのは砂糖の量が比較的少ないという意味です。なので微糖と低糖と比べてどっちの方が少ないのかというのは、これはもしかしたらお店とか食品のメーカーによって違うかもしれません。そして果糖というのは砂糖を入れた状態です。その量はいろいろです。たくさん入ってるかもしれません。少しかもしれません。いずれにしても砂糖が入っているのは果糖と言います。今回は私は砂糖ゼロがいいと思ったので無糖と言いました。無糖でいいですか？おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？かそして店員さんがこのように答えました。はい、かしこまりました。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？ここの店員さんはとてもスピードが速かったので、もしかしたらちょっと聞き取りにくかったかもしれません。かしこまりましたというのは分かりました、了解しましたと同じ意味です。はい、かしこまりました。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？続いて完成した抹茶ラテを受け取る場面です。店員さんが私にこのように言いました。大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。これも店員さんは少し早口で大変お待たせいたしましたと言いました。ではここで言っている内容をゆっくり言うと、大変お待たせいたしましたです。お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。これも店員がお客さんに対してよく使います。待たせるというのは動詞の詞液形です。動詞の待つの詞液形が待たせるです。自分の都合で相手が待つという状態になる、それを待たせると言います。そしてこの詞液形の待たせるを謙譲表現の中に入れて使っています。今回ここで使われている謙譲の表現は応合するという形です。間に動詞を入れて使います。例えばお待ちする、お持ちする、お手伝いする、ご説明する、ご提案するなど、これは全部話している人自身がすることに使います。謙譲表現というのは敬語の一種です。自分を下げることによって相手に敬意を表す表現です。今回の場合だと、待たせるというのは自分の都合で相手が待つということになります。で、それを自分がやるので、お待たせしますです。そして今回はさらに丁寧にしますの部分をいたしますと言いました。そしてもうすでにその状態は終わった。なぜなら抹茶ラテはもう完成して私はもう待つ必要がないので、もう終わったという完了を表すためにたの形、つまりお待たせ
いたしました。ましたというふうに、完了な形にしています。大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。その後、この抹茶ラテを飲む時のおすすめの方法について教えてくれました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。最初のよろしければという表現、これも会話で本当によく使います。意味は良ければと同じです。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。よろしければを使った他の例としては、例えばこのようなものがあります。よろしければこちらのペンをお使いください。例えば相手がペンがなくて困っています。私は自分のペンを相手に渡しながらこのように提案します。よろしければこちらのペンをお使いください。これはとても丁寧な表現です。他にも、ご都合がよろしければぜひご参加ください。例えば何かイベントがあってそれに参加してほしいと思ったとき、あなたの時間があれば、暇があれば来てくださいという意味でこのように言います。ご都合がよろしければぜひご参加ください。このよろしければは良ければと同じ意味です。今回店員さんは抹茶ラテの飲み方についてあくまでも提案という形で言いました。なのでこの飲み方は絶対そうやって飲んでほしいというわけではありません。店員さんがこれがおすすめですよ、これがいいですよというふうにただ提案をしてくれているような雰囲気です。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。はい、そして味見というこの表現も会話の中でよく使われます。料理や飲み物などを少しだけ食べたり飲んだりして味を確かめることです。それを味見と言います。今回は味見の前に、丁寧さを付け加えるおを置いてお味見と言いました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。味見というのは料理を作る途中とか何か新しい食べ物とか飲み物を見つけて少しだけ食べてみる、少しだけ飲んでみるという時に味見とよく使います。また味見に関連して毒味という単語もあります。毒味というのは毒があるかないかを少し食べて確かめるという意味です。例えば昔の王様とか皇帝とかそういった立場の人が食事をする前に専門の毒味役の人が少し食べて毒があるかないか確認をしますね。それを毒味と言います。この味見の味と毒味の味、それぞれ確認する、試すという意味があります。今回は味見です。なのでその味がどうか、好きかどうか、美味しいかどうか少し飲んで確かめるという意味です。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。そしてここでもまた敬語の表現が出てきます。お味見いただいて、お味見いただくイコール味見してもらうです。他にも例えば
お待ちいただく、ご説明いただく、ご利用いただく、このような言い方があります。ここで言っているのは相手がやることです。例えば今日の動画の場面だったら、それを飲むのは私です。お客さんである私です。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。そして続いて後半の部分。その後混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。召し上がってみてください。ここで使われているのは召し上がるという表現です。召し上がるは敬語です。食べる、飲むの尊敬語です。今回は客である私が飲むので、私の飲むという行為を表すために店員さんは召し上がるという動詞を使いました。その後混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。混ぜて召し上がってみてください。この混ぜての部分、動詞の手形が使われていますね。動詞の混ぜるの手形、混ぜての後に召し上がってみてください。今回の場合だとこれは飲んでみてくださいと同じ意味です。意味はまず混ぜます。そして飲みます。この意味です。混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。ある2つの行為を動詞の手形を使ってつないだ形、これはよく使われます。例えば料理の食べ方を説明するときによく使われます。砂糖を入れて飲む、醤油をかけて食べる、海苔を巻いて食べる。砂糖を入れて飲むの場合は飲み物などに砂糖を入れます、そして飲みますという意味です。砂糖を入れて飲む。今回の場合は混ぜてお召し上がりください。召し上がるというのは飲む、食べるという意味です。今回の場合だと飲み物なので混ぜて飲んでくださいという意味です。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。そして召し上がるという動詞の後ろの部分の形にも注目してください。召し上がってみてください。動詞の手形プラス見るの形。例えば使ってみる、飲んでみるなど動詞の手形プラス見るの形はそれを試すという意味があります。実際にやってみてその結果や感触を確かめるときに動詞の手形プラス見るの形が使われます。例えば日本語で話してみる。今まで日本人と日本語で話した経験がない人が初めて挑戦するという時に日本語で話してみると言います。そして手見るの見るの部分を見てくださいに変えると柔らかく相手におすすめをする時によく使われる形になります。例えば今回だと店員さんは私に対して強く勧めるのではなく柔らかくおすすめをしてくれました。それでこのような表現になりました。その後混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、はい、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。動詞の手形プラス見てくださいの例としては、例えばこのようなものがあります。よかったら飲んでみてください。便利なアプリだから
使ってみてください。この映画をぜひ見てみてください。このように相手に対して、初めてだと思うけどでもおすすめだからぜひやってくださいという時に、この手見てくださいの形が使われます。では今の店員さんの会話を最初から全部言うと、大変お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。その後、私はこのように答えました。はい、わかりました。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。そして最後に店員さんと私はお互いにありがとうございますと言って、私は抹茶ラテを受け取りました。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの表現を勉強してきたので、日本語の字幕があれば全体の会話がわかるはずです。挑戦してみましょう。それではどうぞ。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？かしこまりました。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今皆さんはもう約30分間たくさん日本語の会話を聞きました。30分前のあなたとは違います。30分前には何もわからなかった人たちも、これから字幕がない動画を見るときにはわかる部分が必ず増えているはずです。自分の成長を実感してみてください。それでは聞いてみましょう。どうぞ。じゃあ抹茶ラテ一つ、はい、お願いします。おすすめの甘さが牛乳の部分についているんですが、そのままおすすめ無の糖でいいですか？かしこまりました。お待たせいたしました。よろしければ上のお抹茶をお味見いただいて、その後混ぜて召し上がってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？実用日本語シリーズでは他にもいろいろな場面で使える会話を紹介しています。もし時間があれば他の動画もぜひ見てみてください。またこの動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録、またコメントもお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。